それまでちょっと時間があって高校ですぐイギリスに行ったんですよね。それでとにかくイギリスのこのミュージックシーンを見たいっていうのがその気持ちが強かったんで仕事をイギリスでするビザをラッキーなことに取れたんで、それでイギリスに行って、でそこでもまた同じくブルースのフォークシーンですね、それにすごくいろんな見に行きました。パブでそういうの音楽やってたから。だからその頃はトラディショナルなブリティッシュミュージック音楽ですか、スティール・アイスパンとかグリフォンとかそういう人たちがパブとかの小さなクラブサーキット回ってたんで、それを見る機会が仕事の合間にできたんで、それすごい楽しかったです。オートバイ工場でその倉庫で部品を集めてパッケージを注文に合わせてパッケージを作って、例えばテールライトだとかそういろんなありますよね、日本から来た部品なんですけど、それを集めて一つの箱に入れてそのカスタマーに送るっていう仕事をしてたんですけど。音楽とは別に関係ない。そうですね。やってなかったですね。見るばっかりだったですね。そういう自分で夢に描いてたそういうシーンを見れるっていう、当時メロディーメーカーとかそういう新聞みたいなのあったじゃないですか。それを見て、でも日本で思ったそういうミュージックシーンの日本で描かれてるブリティッシュミュージックシーンっていうのと実際見たのは随分違ったんで、それはちょっと意外でしたけどね。やっぱりもっと日本で紹介されてるものはなんかすごくティーネイジャー向けのものが大人が聴いてるように紹介し、評論家の人たちはそうやってたのかもしれないですけどね。で実際向こう行くともうティーネイジャーが聴いてるのは日本では大人が聴いてたみたいなね、そういうなんか面白い現象を自分で見ましたよね。だからやっぱりそうじゃないですか、向こうの若者は若者でなんか聴いてるものがなんかこうそういうものはコアになんかあって、そのミュージックシーンではちょっと誤解されているような感じしましたよね。その当時フェイセズとか山内哲さんとかが入ってたじゃないですか。だからそういうこともあったから、なんかそういうの日本人もなんかそういうことやってる人いるんだなとか、あとフィリップ・チェンとかベースの人がいましたよね。だからアジア人もなんかそういうのに侵入していくような感じの見てるの面白かったですけどもね。そのメロディーメーカーに彼らが大きく取り上げられたりして、それでその後に日本に戻りたくなくて、それでアメリカ行ったんですけれども、それで最初に行ったノースランドカレッジっていう学校がウィスコンシンにあるんですけれども、そこに行ってる時に環境学みたいな勉強するために行ったんですけれども、そこでバークリーに行ってたブルース・スプリングスティーンの元バックバンドに行ったトランペットやってる人に偶然バーで会ったんですよね。でその時に彼に僕キーボードやるっつったらすごいびっくりして、なんでお前そんなのできんだみたいな。それで彼がブルースバンドやってたの、そこでも。それで彼のブルースバンドにキーボードいないんだからぜひやってくれって言われて、そこで一緒にやりだした。それで彼がバークリーのことをいろいろ教えてくれて、バークリー行ったらいいじゃないかって言ってくれたんですね。だからそういうの全然音楽やるっていうのは頭になかったからびっくりしたんですけどもね。日本じゃなんかそういう自分の進路をこうコロコロ変えるってのは当時あんまり考えられなかったじゃないですか。